はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。大好評、牛と豚の違い比べる編第5弾です。タン、レバー、ハツ、気管と比べてきました。今回は特に貴重な映像です。なかなか2つを並べることはありません。牛と豚の秘蔵を紹介します。それでは早速やっていきましょう。これが牛の秘蔵と豚の秘蔵です。大きい方が牛で、小さい方が豚です。別名、チレ、立ち肝、立ちと呼ばれたりします。秘蔵とは、血液中の古くなった赤血球を壊す働きや、体の中に入ってきた病原菌や細菌などと戦う抗体を作ったり、新しい血液を貯める役割をしています。マラソンや長距離を走った時に、左の脇腹が痛くなったことはありませんか？それは秘蔵が血液を急激に筋肉などに送り出そうと過剰に働くためです。血液が溜まっている部位なので流通する際に特に鮮度が重要です。なので焼肉屋でもあまり置いてあるお店は少ないです。メニューの豊富なホルモンやもつ焼き屋に置いてあります。うちも通常のメニューでは置いていません。もし食べたい方がいれば準備しておきます。鮮度のいいチレは本当に美味しいのでハマる人が多いです。個人的にもレバーよりチレの方が独特なとろける食感があり、焼いてもパサつかないので好きな部位です。牛も豚も似たような形をしていますが、豚の方が少し尖ったような形をしています。これが秘蔵にくっついている網脂と呼ばれる部位です。今回牛の網脂は入手できなかったので、豚の網脂を用意しました。こんな感じで網状の脂が内臓を保護しています。いつ見ても美しいですね。こんなものが体の中にあるなんて不思議ですよね。フランス語ではクレピーニュと呼ばれ、ハンバーグやステーキを包んで焼いたりします。油の少ない部位に旨味とコクをプラスすることができます。この網脂だけで食べることはあまりありません。せっかくなのでチレの大きさを測っています。まずは牛のチレから。長さ52センチです。幅13センチです。次は豚のチレです。長さ 33.5 センチです。幅が7センチです。次は重さを測っています。まずは牛のチレから。 847g です。豚のチレが 153g です。網脂は 255g です。それでは次はカットしています。通常同じまな板や包丁でカットすることはありませんが、今回はこのまま進めます。カットすると断面はこんな感じです。比較してみると質感などはほとんど同じですね。余分な油や膜の厚い部分があれば処理します。端の部分は少し硬いので今回処理します。サク取りして、あとは食べやすい大きさにカットします。次は豚のチレです。同じように端をカットして、あとは食べやすい大きさにカットします。これで通常のカットは終了です。今回はせっかくなので網脂でチレを巻いて網チレを作ります。網脂を広げてカットしたチレが巻けるくらいの大きさにカットします。あとは網脂の上にチレを乗せて巻いていけば網チレの完成です。牛も豚も同じように巻いていきます。この要領で網レバや網ハツを作っても美味しいです。あとはお皿に盛り付けて完成です。今回は塩とごま油とブラックペッパーで味付けをします。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はスペインバルセロナのエストレージャダムを飲んでいます。 FC バルセロナのスポンサーとしても有名なので見たことある人も多いかもしれません。カタルーニャ州では一番のシェアを誇るピルスナービールです。色は綺麗な黄金色で、見るからにキレのありそうなすっきりとした見た目をしています。さっぱりとしてるけど後味に少し違和感を覚えます。少し薬っぽいような味を感じますね。これがこのエストレージャ本来の味なのか判断できないので、機会があればまた飲んでみます。それではまずは牛のチレから焼いてみます。チレはレバーと違って多少火が入りすぎても食感がとろっとしています。焼けたので食べてみます。このとろける食感と滑らかな舌触りが独特です。この食感は唯一無二ですね。次は豚チレを焼いてみましょう。この状態だと油は少なく比較的さっぱりとしています。焼けたので食べてみます。牛と豚でそこまで差がありませんね。となると比較的入手しやすい豚のチレの方が魅力的かもしれません。値段も安いのでおすすめです。次は牛の網チレを焼いてみます。さっきまでとは違い油のジューシーさがありますね。焼けたので食べてみます。このチレのとろける食感と油の溶けるような甘み、ジューシーさが最高です。見事に完成されています。あまり褒めすぎて人気が出すぎるのも嫌なのでほどほどにしておきます。最後は豚の網チレを焼いています。見るからに美味しそうに焼き上がっています。これは酒のつまみにぴったりです。好きな部位の5本の指に入りますね。プルジュアな食感は濃いめの味噌だれとよく合いそうです。残りは味噌だれをかけて焼いていきましょう。味噌だれをかけることでご飯のおかずにもぴったりです。今日も美味しかったです。
ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。地での違いいかがでしたか？もし比べてほしい部位などあれば、ぜひコメントお待ちしています。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。